美味しいものがありゃどこまでもメ飯旅 Season 6今回のメッシュとビは東北仙台界隈。よし、今回の東北編は過去数年間で美味しかった東北食べ歩きの総集編です。まだまだ東北界隈は上っ面しか食べれていないのでね、この秋北海道から南下するときにまたディープに食べまくりますので、よかったら皆さんの知ってる東北の美味しい味覚教えてくださいな。よろしくお願いします。それでは早速 Let's get it started. 1. 胡椒庵。落ち着いた住宅街に佇む十割そばの名店胡椒庵さん。こちらは香り高い十割そばに定評のあるお店ですね。はい、ですが今回は季節限定の特別なお蕎麦、桜の葉を練り込んだ十割そばという世にも珍しいお蕎麦がいただけるということでね。ほほう、桜ですか。それはなんとも愛おかしい。運ばれてきた瞬間から桜の葉のなんとも爽やかで華やかな香りがふわっと鼻腔をくすぐりますね。やめろ。つなぎを一切使わない本格的な十割でありながら、つるっとした喉越しとコシが秀逸で、また桜の香りとそば本来の甘みが一体となって非常に美味しかったとです。これはここでしか味わえない唯一無二のお蕎麦ですね。なるほどね。春は桜、初夏の青柚子、しそ、冬の柚子や抹茶、ケシなど他の季節のそばも食べてみたいですな。すなー。 2. アドゥマン。泉中央駅から七北公園と向かう道沿いにあります。爽やかなブルーの外観がおしゃれな大人気ベーカリーアドゥマンさん。店名はフランス語でまた明日という意味なんだそうです。アドゥマン、そうなんだ。まさにまた明日も通いたくなるようなパリの街角を思わせる素敵なお店ですね。今回はパヴェ、シナモンロール、そして看板メニューのクロワッサンを購入。パヴェはミルクの優しい甘みとふかふかした食感がええですね。シナモンロールも小ぶりで甘さ控えめでこれいいわ。クロワッサンは外側の生地がザクザクのカリカリ、中は発酵バターのコクがじんわり広がって芸術的な美味しさね。ね、これはすごい実力派だぞってことでね。いろいろ食べたくなるパン屋さんでした。ね。3. 仙台牛タン一銭。仙台市青葉区一番町の地下にお店を構える牛タンの有名店一銭さん。仙台といえば焼きの牛タンが有名ですが、こちらに来たならぜひいただきたいのがこの名物ゆでタン。お箸を入れた瞬間に力を入れなくてもスッと崩れてしまうほどトロトロに柔らかく煮込まれていて驚きましたね。そうなんです。じっくり時間をかけて煮込まれた牛タンの旨味がお出汁の効いたスープに溶け出して、これ絶品なんです。ブラックペッパーがキリッと効いててうまいし。テールスープのタンバージョンって感じ。あ、そうだね。 4. 中華そばカーイチ。仙台のラーメン界を牽引する超行列店ね。鶏だけで作ったスープにこだわり抜く純鶏スープの専門店。いただいた中華そばは黄金色に輝くスープを一すすりすると、鶏の芳醇な旨味とコクが口いっぱいに広がり、思わず声が出てしまうほど熱々スープ。熱々、あら珍しい。道外で熱々のラーメンスープにはなかなかお目にかかることないのでね。ね、これはマジ熱い。ブルース・リーも合わせる手もみの太縮れ麺がこの極上スープをしっかりと持ち上げてくれて、歯ごたえもちもち、最高にうめえんだなこれが。何やら鶏の旨味が詰まった鶏飯、これをスープを注いで雑炊風にして食べるってのが通らしいっす。そうなのよ。皆さんそういうやつを食べてらっしゃいました。次回必ずやと心に誓ったグリーンなのでした。うまそう。俺もいい子。5. 主婦の店菜地。温泉街として知られる太白区秋保にあります。全国のテレビやメディアでも紹介された有名なご当地スーパー、主婦の店さいちさん。全国からこのおはぎを求めて人が押し寄せるお店。最初は阪神阪急タイガース、おはぎでしょと思ってたんだよね。そうなんですが、しかし一度味わうともう他のおはぎは食べられなくなっちゃいますね。不思議な美味しさのおはぎ、日に数千個も売れるという驚異のおはぎなのです。これはおはぎのホームラン王です。
ナボナのやつ。6. Today's katsu curry. Fujiya. 明治41年、1908年創業、地元の方々に長年愛され続けている昔ながらの雰囲気漂う昭和レトロな食堂、富士屋さん。団子の看板がなんともノスタルジー。でしょう。店内はもっとノスタルジックっすよ。昔ながらの食堂の雰囲気がたまらないですね。そしてこの今時カツカレーが850円という非常にありがたいお値段でありながら、揚げたてのサックサクのカツにどこか懐かしいドロッと濃厚ないわば食堂のカレーって感じのカレーがたっぷりとかかっててね。ああ、懐かしい。トロトロ玉ねぎのカレーだ。待ってよ。グリーンピース1個？そうなんだよ。これはレアですよ。大概4、5個ってお店が多いの中、非凡ですね。グリーンピース1個に味噌汁付きの超昭和なカツカレー。こういうカレーをなくしてはいけません。はい。あとね、皆さん冷やし中華そばになるものを食べらっしゃったんでね。あれ美味しそうだったんだよね。次回はそやつもいただこうと思いました。あ、食後のお汁粉とね。お汁粉？いいね。でしょ。7. Captain Kangaroo. 豪快なグルメバーガーで全国にファンを持つ名店、キャプテンカンガルーさんの石巻店。飯旅ーズが全店舗制覇しております日本トップクラスにお気に入り名バーガー。でも最近東京にも進出したことが分かり、あら、それは行ってみなければね。ってことで今回はチーズバーガーと看板メニューのルーススペシャルバーガーのポテト&ドリンクセットをいただきました。運ばれてきたボリュームにびっくり。香ばしく焼き上げられたバンズに肉汁あふれる厚切りのパティ、そしてとろけるチーズが雪崩のようにあふれています。一口サイズに潰してからなおかつ口を最大限に開けてガブッと食らいつくとも顎が外れてしまいそうな圧倒的なボリューム感。パティは肉汁があふれ、牛肉の旨味が凝縮された非常にジューシーな仕上がり。店舗によって個性が違うキャプテンカンガルーさん。大阪本店とここ石巻はワイルド系。沖縄はものすごい繊細な美味しさだったな。さあ東京はいかに。楽しみ。 8. Gyutan Ryuri Kaku. 1988年創業、牛タン角切りや独自の仕込みで全国のグルメ通をうならせる名店、牛タン料理角さん。こちらは牛タン文化を語る上で外せないお店なのではないでしょうか。はい、牛タンといえば定食のみが主流だった時代にお酒と一緒に楽しめるコース料理風の牛タンや、今や名物となった牛タンたたき、牛タン刺身を仙台で初めて提供したパイオニアとして知られています。今回は王道のタン焼きをいただきました。厚切りの牛タンに丁寧に包丁が入れられており、備長炭でさっと香ばしく焼き上げられております。これがね、肉厚なのに驚くほど柔らかいね。外はカリッと中はふわっとジューシーな食感に感動。歯を入れた瞬間のザクッとした心地よい食感と、噛むほどに溢れ出すジューシーな肉汁が圧倒的。お通しとして出された牛タンの角煮もホロホロでね、素晴らしい至高の牛タン体験でございました。もっとじっくりいろいろいただきたいお店だね。ちょっと高いけどね。高いわ。一切れ500円。高級品だね。はい。 9. Gyoza to Tun Tunmen Gin. 仙台駅東口、仙台市営地下鉄東大線宮城野通り駅のすぐ近くにあります餃子と担々麺銀さん。カウンターのみのシックで落ち着いた雰囲気のお店。うちの神さんがね、担々麺大好物なもんで、はい、今回はシビ辛担々麺と汁なし担々麺をオーダー。シビ辛担々麺は濃厚なごまのコクの中に自家製ラー油の香ばしい辛みとホワジャオの華やかなしびれがキリッと効いていて絶品。汁なしの方ももちもちの太麺に肉そぼろとスパイスがよく絡んで、ただ辛いだけでなく素材の旨味が凝縮されていて、食べ終わった後の爽快感がたまらないハイレベルな一杯。想像以上の異常な美味しさにびっくりたまげたよね。これは私の担々麺史上トップ争いの美味しい担々でした。ここは何食べても美味しい予感。大将腕利きっすわね。 10. Kaiten Sushi Shi Ogama Ko.
寿司の町として有名な塩釜エリアで手軽に極上の鮮魚が味わえるということで人気の回転寿司へオープン30分前に到着もご覧の状態。すごいですね。人気ですね。ここは飯旅。仙台に来て寄らないことはないというお店ねえ。北海道から来てと思うでしょ。ところがすったことかい。三陸沖で採れた極上ネタが驚くほどのコスパでいただけるお店です。本マグロで440円、通常のマグロやイカが187円というお安さ。特に三陸サーモンは脂が上品にのって甘みが強く、初めて食べた時はその美味しさに北海道育ちの我々が目を丸くして目を見合わせたものです。そうなんです。三陸サーモン恐るべし。味も生臭さが一切なくて身がプリプリで最高でした。味マジうまいよね。職人さんが目の前で握ってくれるシャリのほどけ具合も絶妙で、安さとうまさのアンバランスが非常に嬉しい回転寿司なのです。食べログ回転寿司日本ベスト10食べ比べという動画もぜひご覧になってみてください。飯旅回転寿司で検索してみてね。しなちく次回の飯旅はガチでまた食べたい山形天童米沢界隈です。お楽しみに。 See you soon。飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画をご覧ください。よろしくしなくちゃ。なんと仙台エリアで大好きだったお店が2軒この度閉店されました。はい、昭和28年1953年創業の日本餃子ランキング3位にも輝いた実績を持つ伝説の老舗中華店八仙さんと、日本一好きだったとんかつ屋さんとんかつ勝製さんも2025年9月をもって閉店されました。絶滅危惧のお店だったんでね、はい、恐る恐る今年は食べれるかな今年は食べれるかなって感じで伺ってたのですが、ついにこの時が来てしまいました。残念、長い間ごっちゃんした。香ばしく焼かり上げられたバンズにパティは肉汁があふれ、牛肉のうまみが凝縮されたうなぎが入ってんだ。美味しそうだ。美味しそうでしょ。厚切りの